はい、グラトニー 2.3 のね、実調をしてみたいと思います。基本的にはゆっくり巻くというよりは早めに巻いて、スプーンがこう泳いできて動きがちょっと破断するかしないか、このようなスピードで速度で巻いてきて、かつていい魚をねスプーンをよく動かして暴れさせて呼んで釣るっていうコンセプトのスプーンですね。でこのグラトニーの特性として、かなり水をしっかり掴んで噛むんで、水を押す波動が強いので、ああいうふうにね一回追ってミスしてもこう何度も追い食いをね誘発できる。いい感じですね。で波動強いんで、こう群れがいっぱいいる中からかつていい魚をね呼べるっていうのが最大の魅力なんで、肝としてはゆっくり巻くんじゃなくて気持ち早め、スプーンが見える状態でしたらそのスプーンを見ながらこう横にワイドにこう大きく動かしてあげる。で魚をかつていい魚を呼んでいくっていうスタイルですね。こうやってね結構横にお尻を大きく振るので、早めに巻いてあげて、初めにこの速いスピードに追ってくる魚を初めに取っちゃう。それが 2.3 の魅力ですね。であとこの 2.3g、 このいいところはやっぱりウエイトがある程度あるので、こうレンジを決める時でもカウント入れた時にカウントを探るのが早いです。沈むのが早いんでね。なんで魚が上側にいないなっていう時もこうやって下側をすぐ探れる。ただかすいの取りたいので、こうホールさせてる時もちょっと煽ったりスプーン煽ってあげて、そこからこの大きい波動でバンバンバンと魚を呼んでいく。なんでとりあえずこのコンセプトとしては、波動が大きくかすいのに魚を呼ぶんで、テンポよく探っていきたいので、いいですね。当たりが弱い。要はこうやってスプーンがほら巻いちゃってるぐらいでも食ってくるんで。でこの 2.3 のやはりこう使いどころとしては、この包着が入った場合、本当は展開がね特に速い時にこのぐらいのスピードでスプーンがきれいに泳ぐっていうか、こうちょっと回転しちゃうぐらいのスピードでこう巻いてきても魚がこうやって寄ってきて食ってくれるんでね。とりあえずこう手返しよくしとるよりも1匹でも多く早くこうね速い展開の時にかなり武器になります。で自重が 2.3 ってあって結構あるんですけど、シルエット的にはねそこまで 2.3 としてはあまりないので、小さくてコンパクトで重いんで、しっかりこう速いバイトにも対応できる。これが最大の 2.3 の魅力です。はい、じゃあ特にねこのグラトニー 2.3 に関しましては、やっぱりこう高活性な魚に対して速い展開で、要はスプーンが破断するような速い展開、それでも全然しっかりねこう腹筋力切ってくるっていう時に強いです。で 2.3 っていう自重がある割にはいい感じのシルエットなので、探り方レンジを入れていくにしても沈下も速いので、かなりねこうテンポよくいろんなところをサーチできるという関してかなりいいと思います。はい、じゃあ今度はグラトニーの 1.8 になります。先ほどね 2.3 から今度ね少し板薄になるものなんですけど、こっちのコンセプトとしてはさっきは、どちらもねこう活性のいい魚に向けて高アピールで呼ぶスプーンになるんですけども、 1.8 とねこう板薄にすることによってより少し魚がスローになった時にそのスピードに合わせられるっていうところなので、先ほどよりももうちょっと低速で巻いても高活性を取れるっていうことなんでね、こちらで実証してみたいと思います。で一応 2.3 よりもちょっとスローになった魚、やっぱそのスピード感って結構大事なので、その魚に合わせて巻くっていうところが大事ですね。忘れちゃいましたけど 2.3 と 1.8 のこう使い分けで、 1.8 の方が少し魚に見せて釣ってあげるって感じですね。 2.3 はもう高活性な魚を結構ねスピードとかで寄せていく、ちょっとリアクション要素もあるような速い展開での釣りで、この 1.8 に対してはそのスピードでちょっと飽きてきた追わなくなった魚をよりスローにした展開でもこの波動の強いものでその中から活性があるものを呼んであげるっていう釣りですね。
かなりいい感じに食ってくるね。よし。なんでイメージこうゆっくり巻いてもかなりこう大きい波動で魚を呼んでくれるんで、そのレンジ釣りしちゃってる魚に対してもかなり高アピールできますので、初めは少しレンジ上から探ってってあげて、その速いスピードに飽きた魚のね取りこぼしを全部取っていく感じ。でこの 1.8 なんで板薄にしたことによって、先ほどの 2.3 よりも 2.8 だと 2.3 だとどちらかというとね、こう竿を突っ込ましてこう結構ねハイアピールですると本領発揮します。でこの 1.8 に関してはよりちょっとねスローに巻きたいので、こう竿を立ててラインスラックを出したような状態にしてもしっかり泳いでいるので、結構使い方、そのスプーンの泳がせ方の種類としてはかなり引き方の種類あるんでね、この辺をその状況で合わせてあげると、かなりこんだけねゆっくり巻いてもバタバタといい感じ。これを沖で演出してあげて、ほら今も結構レンジずれてますけど、上に突き上げさせて食ってる感じで、この 1.8 ね、使い方がいろいろね多種多様にありますよというところで、もう一個さっきの2.3 と同じようなね、こうスプーンがしっかりきれいに水を噛んで泳ぐスピードか、そうじゃないこう少し早巻きにしてこう動きをねちょっと破断させるというか、それがいい感じにこう魚に対して、高活性な魚に対してアピールになるんで、ゆっくり巻きスロー巻きもできますけど、たまにこうね横巻きで速いスピードで巻いてスプーンの動きがちょっと破断するような感じにしてあげると、巻きだけでその誘い入れれるので、ロッドワークでこう誘い入れちゃうと結構その時の出たバイトに対して弾いちゃう傾向があるんですけど、リーディングだけでこうやってやればね、その動きアピールした瞬間にこうね瞬間バイト出てくれるんで、合わせが決まる。またいいバイトね、このアイテムめちゃめちゃ釣れます。一応そのルーニーとこのグラトニーの大きな違いって、このスプーンのカップがグラトニーはかなりあるんですよ。あることによってルーニーとかは水をこう切る方でアピールが強いんですよ。水を大きくこう切る。でこのグラトニーに関してはカップがあるので、そのカップで水をこう押すんですよ。ボンと。なんでそのルアーが通ってくる後のその水を押してくるんで、その波動、水のルアーの通り跡が結構その中では水流がこう強いので、その水流で魚がアピール強くて、こう加勢いいものがこう呼ばれてくる。で強いのにこうやって低速巻きもできるし、 1.8 ありますけど、こうやって表層もゆっくりこう巻いてくれるし、かなり使い勝手はいいです。なんでかなりこう魚のスピードが速い時は 2.3 で、深くなった時も 2.3 で、少しそれがスピードが遅くなっていったなって感じてきたら 1.8 にしていただくと、かなり効率よくこう釣れ続くことができる。基本的にやっぱこのグラトニーね、この高活性な魚に対してねかなりハイアピールで呼びます。でね、こうお尻のフックの形状もねこう少しシャープに閉じてるんですけど、このことによって魚がこうねバイッとしてきた時にこうフックポイントにこう口が行きやすい、これも特徴なんで、かなりねこうフッキングミスなくかかるようになってるんでね、是非皆さん使ってみてください。マスクロートグラトニー、こちらはですね、もう高活性から中活性までの魚に対してかなりね独特な形、こうカップも深くなっていることによってかなり強波動です。でこの波動が強いことによって、そのかすい魚をねより多く遠くからも呼んできてミスなくバイトが取れるっていうね、この2アイテムに関して 2.3 と 1.8 ってあって、かなりねこうスピード幅もかなり対応できますので、皆さんぜひね放流魚でかすい魚をバシバシ取ってみてください。